こんにちは、大輔です。日本政府がですね、さらなる入国制限緩和方針出してきましたよね。早速なんですけど、今日はね、そちらの内容に関して迫っていきたいと思います。本日皆さんご報告する流れは、こちらの通りになるんですね。丸1、留学生のね、再入国がこれどうなったのかと。で、丸2、緩和第2弾の国、一体どこでどんな状況なのかと。いうところですね。丸3、感染がですね、増える傾向にある日本なんですが、こちらに対してね、どういうふうに理解をしていけばいいのかというね、この3本立てで今日は参りたいと思います。ではね、まずはじめ丸1から早速ね、行きましょう。留学生の再入国がどうなっていくのかということなんですが、入国制限緩和に関してはね、日本政府が結構前から方針をね、出していきますよというふうにね、語っていましたよね。過去にも自分の動画で皆さんにご報告してましたけども、まずはビジネスが優先、その次に留学生、そして最後は観光客だというふうに報じられていたわけなんですけど、こちらね、皆さんに報告したの5月末とかでしたよね。確かね、5月15日の日経新聞あたりでこういった報道がなされていたんだと思います。それからね、早2ヶ月が過ぎようとしているというね、このタイミングなんですけども、まあね、早すぎるってことはないんですけど、感覚的にね、着々と検討はね、進めていこうっていう、そういう姿勢はありそうですよね、日本政府には。肝心な検討の方向性なんですけど、NHK の報道にですね、参考になりそうな情報が含まれてましたので、皆さんにね、報告をさせてもらいます。NHK の報道ってね、こんな感じだったんですね。政府は留学生や技能実習生など、在留資格がある人で入国拒否の対象となる前日までに一時帰国をしていた場合は PCR 検査の実施などを条件に再入国を認める方向で調整を進めていますというね、ことなんですね。これを読んでね、僕はちょっと気になったところがありましたので、そのポイントになりそうなところを皆さんに補足をさせてもらえればと思います。入国拒否の対象となるですね、前日までに一時帰国をしていた場合と、こういうふうにね、あるんですけども、日本がですね、入国拒否の措置をね、大々的に開始したのっていうのは、4月の3日からだったんですよね。なので、それよりも手前に一時帰国をしていた方が対象。そういうことに、ね、なるんだと思いますよね。で、対象はね、在留資格がある人ということなんですけど、これはどういう意味として捉えればいいんでしょうかね。まずこのね、在留資格が何なのかについて理解を深めていく必要があるわけなんですが、これはね、外国人が日本で一定の活動を行うことであったりだとか、もしくは一定の身分や地位がね、あると。そういう方を対象に発行される資格ということなんですね。一般の日本人、だから私とかね、含んだもう一般の日本人には無関係な資格制度ですんで、もうすでに日本人なんでね、これをね、深く知っていく機会もあんまないんですけど、おそらくね、皆さんに関しても、なかなかイメージをね、つかむってことが、細かくね、イメージつかむことできないんじゃないかなと思います。なので、その内訳と、入国緩和の関係性に関してコンパクトにね整理したものを皆さんにお伝えしたいと思います。全部でね30種類ほどある、このね在留資格なんですね。一つずつ読み上げていきますね。ということはもちろんしませんので、ご安心ください。ざっくり、言わせていただきます。このざっくりとね、2つに分かれますよね。身分地位に基づく在留資格と。で、それ以外とね、この2つに分かれるわけです。ではね、この身分地位に基づく在留資格ってどういうことなのかっていうと、要するに永住者であったりだとか、日本人の配偶者とかね、こういった方々が当たるわけなんですね。で、先日、家族がね、既得状態にあるとかね、葬儀の参列に、をしなくちゃいけない、というね、事情があって、あるんだけども、出国をためらう外国人がね、いらっしゃるという、そういう問題に関して本チャンネルでもね、取り上げさせてもらいましたよね。そういうね、人道的な理由を持つその特別な事情について、再入国が認められる例外的措置。このね、対象がこちらのその永住者だったり、日本人の配偶者とね、そういう括りになっていたわけなんですね。なので、
その規定に沿うとなるとですね、それ以外の方、要するに就労を目的としている方、もしくは特別活動ですね、ワーキングホリデーだとか、もしくは就労を伴わない形での在留、すなわち留学とかね、そういったところが対象になりますけども、これらの方々に関しては特段の事情としての再入国許可が今までね下りることはねおそらくなかったっていうことになるんじゃないかと思いますよね。でそれが今回の日本政府の検討の方向性によってこの緩和のね方向に流れる可能性があるよというそういうふうにね理解することができるんじゃないでしょうか。それではね次のポイントに移っていきましょう。緩和第2弾の国々はね一体どういう形になるのか。こちらはですね政府機関からの直接の情報っていうのはちょっと私の方ではね確認ができませんでしたので日経新聞の報道から皆さんに報告をさせていただきます。国々はねこういったところが挙がっていましたね。中国、韓国、台湾、シンガポール、ブルネイ、ミャンマー、カンボジア、ラオス、モンゴル、これら10カ国の名前が挙がっておりました。ただしこれらはですねあくまでも報道機関からの情報ですのでこのね政府の決定事項として書面か何かで確認できたわけではないのでその点はねご承知おきいただければと思います。でこの中でも気になるのがね中国と韓国じゃないですかね。皆さんこの両国についてはこのね緩和対応が遅れる可能性があるっていうねそういう報道も確認できているわけなんですね。でそちらの理由として挙げられるのがこんな感じのね記載がありましたので紹介しますね。この2国については入国者が特に多いので、入国時の PCR 検査能力で対応しきれない恐れがあるからというふうにね理由付けされていました。じゃあねその肝心な入国時の PCR 検査能力ってじゃあ一体いつになったら増強されるのよってね、疑問に思いますよね。これ気になりますんでねちょっと調べてみたらこちらね読売新聞の報道で、記事が確認できました。政府のね検討方針が記載されてましたのでこちらも皆さんに報告をさせていただきます。入国時にですね空港で行う PCR 検査能力ですね、増強されるのが9月とありますね。9月中に1日あたり1万人規模こちらにね増強する方針を固めているとこういうふうに報じられてますのでおそらくですね来年のオリンピックの準備こちらに備えるという意味でも段階的には増強されていくものと思っていいんじゃないでしょうかね。このあたりの動きについても今後ね要注目といったところですよね。それでは次のポイントなんですけど感染が増える傾向にある日本じゃないですか。これね一体どうしていくんだっていうねそういう話なんですよね。ここ数日200人超えの東京というね報道皆さん心配ですよね。でこのままね過去の緊急事態宣言に逆戻りじゃないかっていうふうにね心配される方も多いんじゃないかなと思いますよね。でこちらに対して現時点の政府関係者の見解を見つけましたので皆さんにご報告をさせていただきます。まずはですね経済再生担当の西村大臣の7月9日のツイートなんですね。彼はこういうふうにツイートをしていました。東京で新規感染者数が224名。ただし30代以下が8割、直近15日間で死亡者は0、重症者も6名、これはねピーク時は93名いらっしゃったみたいですね。それが6名になったと。現在入院者数は441名であるが1000床の病床を確保済みだと。で近々3000床を確保するとともに軽症者用のホテルも確保しており医療体制は逼迫していないと。4月の宣言時の状況とは全く異なるとこういったねツイートがなされてたわけなんですがこちらをね受けてだと思うんですけど次にね外務省の茂木大臣も7月10日の会見で記者団にねこういうふうに述べていましたので報告します。彼はこんなふうに言ってました。少なくとも今の日本の状況について非常に落ち着いた状況にあるアンダーコントロールである。これが一般的な国際社会の見方であってこれが変わっているとは思っておりませんと、ねこういう発言だったんですね。
で、このままね、増え続けてしまえば、状況もね、また変わって逼迫してくるってことになりますんでね、これは楽観視できるものではないとは思いますけどね。あくまでもこれら政府関係の見解をね、信じればですね、こういうことなんだと思うんですけど、このね、医療崩壊、起きるまでには十分なバッファが見込まれているので、ロックダウンなどのね、規制強化っていうのもすぐに講じる段階にはないよというふうに理解ができるんじゃないかと思います。とはいえ感染経路不明者がね、多くなってくるような報道もありますんでね、この見えざる敵と戦う恐怖感みたいなね、ところっていうのは皆さんあられるんじゃないかと思います。ですのでね、引き続き動向を一緒に見守っていければと思います。ということでですね、本日の報告は以上になりますけども、個人的にはね、第2弾の緩和対象国にフィリピンが入っていなかったのが残念でありますけども、感染者がね、増えてるフィリピンの状況を踏まえると、致し方ないかなと思いますよね。世界はね、今ウイルスを撲滅しようという発想というよりかは、もう完全にね、その共存前提の道として検討がなされていますよね。本日の動画で日本もね、例外ではなくて、この規制と緩和、このね、狭間に立ってですね、みんなが葛藤している状況っていうのが、少しだけね、詳細にイメージいただけたんじゃないかと思います。そしてですね、その判断に関しては各国が政治的に決めていくと、こういう構図になっているわけなんですよね。要するには経済のダメージの深刻さ、医療キャパシティというね、こういった2つの観点で各国はね、状況が異なっているということなわけなんですよ。日本は幸いなことに医療崩壊まではバッファがねまだありますし、経済的にも他の国と比較してまだね余裕を持てている国なんじゃないかなと思いますよね。例えばね、観光産業がね GDP の大半を占めるような国っていうのは、医療崩壊リスクがね仮に高かったとしても観光産業を取らざるを得ないでしょうし、日本はねまだそういった状況にないと思えば、それはそれでねありがたい状況なんじゃないかなと思いますよね。ということで本日の動画は以上となります。さよなら。